ティグランドドジョンです。今回はね、ナビ VS ロスブラザーズというクランですね。今回もライブで撮影していきたいと思います。期間限定ユニットがバンされてるような感じなので、ルートライダーとか、普通に使えるような大会になってると思います。というわけで早速やっていきましょう。さあ、先行ナビの方からピーカス、ルートライダー、ジャンプ、オーバーグロー両方入った形ですね。まずは12時、ジャイアント10日弊社を置いて、キングと10日弊社をかなり近いところから展開していきつつ、スーパーバーバリアンサイドカット、単体サイドはベビドラ2枚使ってるんですけど、ここにテスラが出てきてますね。まあ、サイドカット的なものが意味合いとしてはあると思うんですけど、で、クイーンの方6時に置いてからジャンプをキングに打って、ルートライダー発進。もうかなり逆サイドのところにユニットを割いた感じですね。クイーンは外周なんかしたかったそうだけど、内側入っちゃいましたね。いや、まあ、ただスーパードラゴン出てきたんで、これは、外周歩かせるよりはまあ良かったかもしれない。援軍に捕まることもないですからね。内側からも撃てる施設なので、外も当たってて。10日弊社パートで、2時から3時のところがっつり削って、反対サイドキングが削って、で、真ん中が残っていくんですけど、真ん中の方はオーバーグローで消していったので、ユニットは向かうことなくというような状況。3時の方は、スーパーガーゴイルがかなり削ってくれましたね。あとはスーパーバーバリアンと、ペッカたちがね、3時の方削って、終点タウンホールの方、ポイズンタワー2つ吐き出させてからのレイジフリーズ。もう1枚フリーズがあるのって、どこに打つかですけど、まあ、打つ必要がないぐらいの圧倒的全開ですね。さあ、タイムの方も非常にいいタイムでの全開になりそうです。1分40秒全開が刺す。スーパーバーバリアンカットからキング、クイーンを使ってウォールブレーカー。まあ、このマルチ IT の処理がね、やっぱりこの手の配置はね、しっかりしてあげないといけないですからね。で、9時から10日弊社で、両サイドサイドカットしましたよってことで、真ん中からルートライダーを発進していくような流れになってきました。ここキングジャンプですね。せっかくマルチ IT 区画に入れても、その後のキングが、まあ、マルチ IT のところ完全孤立になってるのでね、伸びてくれないのでもったいないということで、キングを内側入れていくようなジャンプを使ってきました。おー、すごい。陸助に反応してキングが戻っていきつつ、ジャンプで飛んでマルチアーチャーターだけ削り取って、外に逃げるという、なかなかいいムーブですね。で、中心フリーズからクイーンの方はヒーラーを生み出すような黒。ロイヤルチャンピオンは12時の方向へ、同じようにね、6時と同じところマルチ IT を取るような係になってますね。コルブレーカー、ここつけてもいいんじゃないタウン区画と思うんですけど、このタイミングでまだ出さないですね。おー、10日弊社からのペッカがこのモノリスのところまでたどり着いてくれる。ペッカウィズでモノリス折れましたね。強い。さあ、ウォールブレッカーはもう開けることなく裏側キングの処理をして、タウンホールの方はもう普通にロイヤルチャンピオン部隊が回ってきまして、食い火で折れればよかったなみたいなプランかもしれないんですけど、そんなことせずに普通に全開になりましたね。パンツーだ。これも強い。さす。さあ、今、ルートライダー編成ですね。オーバーグロー型。まあ、結構中央にかけることが多そうなオーバーグローですかね、これは。9時にスケルトンスタートを置いてあげつつ、クイーンの前衛としてルートライダー2体、バルキリーも添えて、キングにストライカー、レイジまで打ってきましたね、ここ。で、6時からキング付きのルートライダー本体。で、10日弊社を外周に歩かせつつの1機のレイジトーム。9時側をね、こうしてカットしてあげることで、ルートライダーしっかりまっすぐ進むよというような状況が作れて、援軍に対してはポイズン。オーバーグローは多分かけるとは思うんですけど、どうですかね。レイジタワーの解除を見てから、これうまいっすね。ジモンタワーはね、解除させてから打つのが一番効率いいんでね。これ意味がなくなっちゃうので、せっかくレイジタワーがね、発動したのに、レイジタワーに乗った攻撃がね、できずにそのまま凍結されるみたいな感じでね、次の補填もダメなんでね、インビジブルタワーとかね、こういうのね、打ってからかけるのが一番強いんですよね。で、裏側をしっかりスーパーバーバリアン回収しつつ、こうするとタウンホールだけがしっかり真ん中残っていくような形。クイーンの方は外流れてしまいましたかね。呪文はもうすでにないので、キング、クイーンの方をタウンホールに向けていくような誘導になってくるんですけども、
ルートライダーがそれは穴を開けてくれるので、ある程度ずれても大丈夫というところ、マルチ IT までは伸びませんでした、クイーン。ただ、ルートライダーがこれを道をね、開けまくってくれるので、そうですね、クイーンの方もこれで合流ができる、キングの方も走っていって逆サイド、フィスト使うだけでタウンホールもね、多分ね、壁とか殴れば削れるからね、ワンパンでした。おう、クイラバっすね。9時スタートのクイヒラバル。2ゴブが巨爆で消えていく。こういうところはね、1体ずつやりたいっすね。巨爆食らったことないのかな、この人。さあ。このままタウンホールに向かわせたいようなイメージやってんのかな。そしたらこれは。もう陸助を事前解除できたな。まあ。このレイジ中に。うん。で、迫撃のターゲット拾うのがなかなか難しいですね。スケルトンの呪文打ちますが、モノリスのターゲットは取れてないので。で、この後、シューター、しっかりババアッチャ咲きたい。しっかり、いいですね。いいバーバリアン。うまい。で、キングの方で外周カットをすることで持ってきたいというところ。ここテスラまでしっかり降り切れれば戻るんでね。ガントレットまで使って。これはフローズナロじゃないんだ。ヒーラー人形、アーチャー人形なんだ。ウイヒでフローズンアロー採用しないのは何か理由があるのかな。普通に持ってない可能性もありますかね。ウイヒルトはめっちゃいいですね。今のフローズンアロー一つで、今の黒く温存できたと思うんでね、なんかすごかったな、今。フォーミングがものすごい色飛んできてたな。で、ウォールブレーカー使って6時について、で、それを見てから中心ウォールブレーカー投げ直しですかね。来ました。いいウォールブレーカー。めっちゃいいよ、それ。で、レイジまで置いてイーグル先降りしつつ、ウォールブレーカーしっかり奥まで開いたので、ウイヒーの道はできました。シューターもサポートくれてるね。いいルート。で、ロイヤルチャンピオンブーメラン。で、6時じゃないわ。オーデンはオーデン出してないよ。オーデン出てないって。やばい。ちょっとずつやらかしが見える。さあ、ここで一気のレイジトーム。危ない。大事故になりかけるところだったんですけど、ギリギリオーデン間に合いまして、外周部はヘイストバルーンで駆け抜けさせる。ギリギリこれは保たれましたかね。ロイちゃんの方は延命するようなフリーズ。ここは対空砲ウィズトーかな、次は。そうですね。ナイスリカバリー。リカバリーというのかわかんないけど。いい全開ですね。クイヒー採用してきたんでね、わざわざ。ってことは相当やっぱ自信があるというか、確実な全開プランの方を優先したという形だと思うので、いいルートでしたね。カズマくん、ライドラ採用のルートライダーラッシュ、ライドラが刺さりそうなのは、どこだろう、長弾とかなのかな。両サイドホグ投げて、ポイズンタワーの解除。こういうところうまいっすね。しっかり、ポイズンタワー解除できそうだなっていう弱点をついて、先に解除を行っていきます。大事。タウンホールに向けて一気に。で、キングの方でサイドカットみたいな感じで、左サイド削って、右サイドは10日兵士で、タウンホールの方も殴ってくれたので、ルートライダー向かってくれますね。レイジからのトーム一気に入れていきます。キングに入れば最高だったんですけど、そんなことしなくても強そうですね。なるほどね。対空砲とかも固まることによってこのチェインが強いのか。ライドラに対する攻撃が入らないので、で、反対サイド12時の方も早めのロイヤルチャンピオンレイジホグトームというか、ホグ人形解放。エイストも、ホグ人形も最速で自分から解放していきましたね。で、長弾大砲を目指すようなライドラだったと思うんですけど、ここフリーズ使ってライドラに折らせに行きましたね、ここも。で、ラストレイジしっかり保ってたところ、クロークも残ってたので、ここで解放。圧倒的っすね。素晴らしい。全てが完璧。1分10秒。すごい。クローン4発。安いすら折れないジャイアントアローだったので、ちょっと撃つあれとしては弱かったかもしんないですね。レベル上がってれば、クローンをとりあえずドカと撃っていきます。バルーンですが、一発だけ手元に残してますね。これどうすんだ、この後。3発分は撃ちました。
さあ、一発援軍からのものなので、あ、ドラゴン増やしましたね。ちょっと忘れてましたみたいな感じで、ドラゴン、グランジョの近くの増やしましたね。安い、やっぱこれをジャイアントアローで折ることができてれば、スムーズな進行が取れたと思うんですけど、まあ、レベルの問題で折り切れなかったと。この辺ね、低いレベルをわざわざそのまま使うのであれば、やっぱ確認しとく必要がありそうですね。威力がいくつ分ぐらいのジャイアントアラオなのかみたいなのが。まあ、打ち得だからみたいな打ったかもしんないけどね。どうせクイーンこういう使い方するんで、みたいな感じで。ロイヤルチャンピオン捕まって、ここはホグ人形。そうだね。ホグ人形ついてるなら使いたいところ。ういちゃんこれ、ブーメランか。エイストグスリないなぁと思って。いやー、超団逮捕。とりあえず、ただ、ドラゴンの方が生き残っているので、いいね。これも1分半ぐらいの全開だ。クローン4発派手でしたが、ナイス全開。さあ、クラウス。ロケバルラッシュですね。コウモリ7発。ファイヤーボールかな。マルチアーチャータワーが激しいっすね。ポジショニング。すげえ角っこに置かれてる。これは、弱点つけそうな感じはありますが。テスラチェックの意味合いもありそうですね。そういう使い方するなら。ロキバルカットでインビジブル隠してファイヤーボール真ん中へ。で、クエイク揺らし。ちょっとクイック間に合わなかったのでクランジョ残りましたね。フリーズかけて、これはうまいリカバリーになるか。大工が直すのを止めに行くようなフリーズを2発打ちました。さあ、これで折れるか。うわー、素晴らしい。折れましたね。いいリカバリーですが、フリーザー2発割いてしまったので、特に今回コウモリ採用ってなってるので、ハイダメージの施設はね、先に削っておかないと全て。タウンホールはこれランチャーの中身で落とすような感じかな。イエティだ。で、レイジをそっちに乗っけるような、あれになると思うんですけど、どうだ。ちょっと、もう、タウンホールの方にレイジかけましたが、戻るか。戻ってくれる。上から、コウモリは始まってます。イエティタウンホール届きましたね。届いた上にロイヤルチャンピオンのプッシュが入っていって、そうなるともう、単体の防衛説しかないので、コウモリがぶっ刺さり、ちょっとヒヤッとするような感じにもなりましたが、ナイスですね。さあ、カバクヒットはしますが、もはやみたいなところがあるので、危ない。しっかりこれは、大量のユニット残っての全開ガーサス。さあ、対戦相手ドラゴン。クローンがまた4発入った形ですね。結構通常ドラゴンのラッシュみたいなのも、ここはどうなんでしょう。エアスイ狙ってたりし、なんか狙いがあったのかわかんない、あれですね、角度的に。特に当たったところがなさそうかな。さあ、でも折れるならエアスイやっぱ狙うなら狙った方がいいんだけど、角度的に狙うの難しいですからね、ここのエアスイはね。クローン、クローン、クローンと。4発全部打ち切ったのは爽快だったんですけど、投石だけ綺麗に残ったっていう形。中心部はそんなに、どうだろうな。ここまで強くなかったからな。で、クイーンの方落ちちゃったね。投石以外に重要な防衛説あったかっていうと、ちょっと微妙なぐらいしか残ってなかったので、外周キングは結構サッカーボールも強いんじゃないかなって思うんだけど、まだ、結構対戦相手もね、ジャイアントアローのレベルが上がってなかったりとかで、シンプルにちょっと、やっぱ序盤なのかもしれないけど、上がってない人も多いですね。鉱石結構集めるの大変ですからね、普通。当たり前のようにね、プロの人たちはいろんなものをカンストさせてますが、そうじゃないよっていうところ。もう僕もね、ジャイアントアローとかレベル1なんで、インビジブルターンの起動ぐらいしかできないんですけど、ここでようやく、両チーム合わせて初めての防衛になりそうですね。しかも破壊率の方も結構低めになったので、5人目ラスト星さんかな。必要な破壊率を80数%で OK というような状況になりそうです。テスラも外周部まで効いてるので、これ回収できないですね。
ガーゴイルで上げたところで打たれて終了。83% です。さあ、7-2天才にコウモリがついたアタック。ファイアボルダー。インビジブルは1枚なので、割と外側の施設に打つのかな。ここはおでん陸パートから始まって、サイドカットをすることで、打てるようなね、施設近くに。で、レイジタワーに、ドカンと入れて、クエイク間に合わない。やっぱ大工が強いっすね。反対サイド、天才を入れていきます。さっきもね、クランジョ同じような感じで、本来は壊せるんだけど、みたいなところ。新レベルの大工っていうところも、大工自身にクエイクが入らないと折れないみたいなところでね、ちょくちょく見ますね。タウンホールの方はこれそうですね、突撃艦で見ていくようなやり方。ラバーハウンドで手前のね、ホーミングある程度ケアできるでしょってことで入れていって、スニゴブラバかなこれは。そうですね。スニゴブラバ。で、上側の投石のところにコウモリ3枚使って、で、ロイヤルチャンピオンも再度咲いてっていうところ、投石はしっかりこれ、折れましたね。あとは、3時がクイーンで本来見たかったマルチ IT 区画だと思うんですけど、穴開けとかもして。ドラゴン。しっかり突破ができた。あとはマルチ IT が終盤、待ち受けてるんですけど、数はかなりいますね。ロイヤルチャンピオンも生き残って、ホグモも来てしまった。いや、なんかすごい陸罠がえぐいな。これ、神アイゴレが入らない限りみたいなところはあるんですけど、大丈夫。これもラスト締めていって15点。バーサス。ファイヤーボールもね、結構、みんな慣れてきた感じがありますね。さあ、ドラゴンですね。ドラゴン多いね。クローンは2発。ドラ系のクイーンの使い方で考えたら、やっぱり、ジャイアントラロンみたいなのが多いのかな。EAT だ、対空砲まで。で、今回はキングクイーン両方一緒に使っていく形なので、ジャイアントアローである必要がないという形ですかね。で、ドラゴンバルーンで真ん中クローンを2発撃つような形やスイーパー両方ね、下側向いてるので、ドラゴンは影響を受けないような形という形。いいと思う。グランジオも逆サイドにあるので、キングが内側入っても問題ない。トルネード、ヒット、赤バク、黒バクいろいろ出てきたのいいですね。トム中にいろいろ据えた。で、クローン、ゲイジ。反対はまだクローン一発貯めてますね。これは一発のみで足りると判断して。で、ドラゴンをここ、左サイド打っていく。ドラゴンの方にクローンを増やしていきました。面白いね。同時でバルーンを増やすのではなく、ドラゴンも増やしていくパターンもあると。で、裏側フリーズかけて。あとはクランジョがまだ残ってるんでね、援軍出てきちゃうんで、この辺気をつけたいところではあるんですけど、ドラゴンの進行がめちゃくちゃ伸びてるんで、援軍出てきたところで止まんなそうですね。強いなぁ。通常ドラゴン完全に貫通してますね。あとはロイヤルチャンピオンいいブーメラン。先にこれは長弾降りたかったんだけど、ドラゴンのハイダメージも入りまして、ホグライダーも追っていって、アイゴレはロイちゃん捕まえますが、ドラゴンが死なないっすね。すごいな。結構ね、今日は通常ドラゴンの前回が対戦相手から多かったですね。バーサス。はい、というわけでね、終わりました。15対14ということで、ほぼほぼパーフェクトゲーム。対戦相手の方もドラゴンを主軸に、いい前回が多かったかなと思います。タイムの方もね、2分じゃない、1分26秒対48秒と、対戦相手も1分台の前回ではあったんですけど、さすがにレベルの高いアタックでしたね、ナビの方が。はい、というわけでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。